パート3が始まるよ。端材から蓋の3になりそうな材料を選びます。厚さの近いものをより分け、ジグで同じ厚さにします。テーブル層の巻いたスレッドで3を留め切りにします。対になる部材を左右からカットします。留め板削り台で微調整します。これ何ですか？ずいぶんくたびてた感じのジグですね。あ、これは三菱のダイヤトーンスピーカースタンドが不要になったので、それを利用して作ったジグです。工業製品だから45度が正確だろうと思って作ってみました。再利用ってことですね。まず木箱の四隅をテープで保護します。なるほど。テープで保護するんですね。でも、なんでテープを使うんですか？接着剤が木箱につかないようにするためです。これをしないと木箱と酸が接着することがあります。テープでカバーしたら、蓋の酸を留めの部分に接着剤をつけながら木箱にテープで留めます。次に接着剤で組み立てた部分を確認しながらクイックバークランプでしっかり留めます。そのまま翌日まで置いておきます。1日放置するんですか？長いですね。ここは接着剤が完全に乾いて留めの部分を固めないといけないので放置です。なるほど。そうやってしっかり固定するんですね。接着剤が完全に乾いてから残りの3箇所を同様に接着剤をつけクイックバークランプで留めます。これでしっかりとした仕上がりになりますね。酸を接着しているうちに天板を作ります。端材を7ミリの厚さに切っていきます。後でカンナをかけるんで、ちょっと厚めに作るんですね。厚さを揃えたらコバに接着剤を塗り芋刃にします。出来上がったら自動ガンナで5ミリに厚さを揃えます。なるほど。芋はぎっていうのは端材を接着して1枚の板にする方法ですね。自動ガンナで仕上げると綺麗に揃いますね。蓋の酸が接着したので木箱から外します。しっかりついてますね。天板は3種類作ってみました。この中ではこれですね。ヒノキの天板ですね。テーブル層で大きめにカットします。酸の目違いを取っていきます。かわいいカンナですね。ホビーガンナです。目違いを取るときには結構出番がありますね。使いやすいですか？購入した時の状態では使えないですが、台直しをしたり刃を研いだりしてあげると結構出番の多いカンナになります。酸に接着剤を塗り天板を貼り合わせます。バネクランプで留めながらはみ出た接着剤を拭き取ります。おお、カラフルですね。接着剤が乾燥したらはみ出た部分をノコギリで切り取ります。
最後に小刃や5口をカンナで整えていきます。次は蝶つがいを取り付けます。蝶つがいの入る部分をカタハカッターで切り込みを入れます。カタハカッターって普通のカッターとどう違うんですか？一般的なカッターの刃は両刃で、片刃は持ち手の右側だけに刃がついています。定規を当てたとき、当てた方に刃がないので、余計なところを切ることを抑えてくれます。なるほど。だから正確に切れるんですね。普段は白柿の代わりに使ってます。刃を研ぐ必要もないので、白柿より出番が多いです。蝶つがいの切り込む範囲を決め、リップフェンスとクロスカットジグにストッパーをつけます。ストッパーをつけると、切り込みが正確にできるんですね。そのまま部材を送ると不要部分も切り込むので、送り方向にもストッパーをかけます。なるほど。送り方向にもストッパーをかけるんですね。左右の切り込みができたら少しずつずらして間をかき取ります。木箱も同様にします。こうやって確認しながら少しずつ作業を進めるんですね。センタードリルビットで穴を開け、ネジを取り付けます。センタードリルビットって普通のドリルとどう違うんですか？センタードリルビットは正確な位置に穴を開けるための工具です。持っていると重宝しますよ。蝶つがいの入る部分をルータープレーンで整えていきます。ルータープレーンって便利ですね。でも、持ってないときはどうするんですか？紙やすりを木片に貼り付けて平らにしても大丈夫です。蝶つがいを外して蝶つがいの入っている部分をもう一度整えます。もう一度組み立てます。次は塗装です。研磨をします。硬いところなどにランダムサンダーをかけていきます。オービタルサンダーってのもありますよね。オービタルサンダーは仕上げ研磨に適して、ランダムサンダーは荒削りから仕上げまで幅広く対応できるんです。用途によって使い分けをします。
サンダーが終わったら、空研ぎペーパーをかけます。120、180、240と番手を上げていきます。研磨が終わったので、塗装をします。カシューのスーパークリアを塗ります。スーパークリアってカシューの中で一番透明な塗料なんですね。カシューバケは持っていないので、歯切れで塗ります。おー、色が濃くなってきましたね。塗装すると雰囲気が違ってきますね。箱の中にもカシューを塗りました。捨て塗り一度ですかね。捨て塗りってどういう意味なんですか？捨て塗りは最初の塗装で下地を整えるためのものです。塗り終わったらゴミの付着を避けるため箱の中に入れて乾燥します。翌日、取り出します。時間をかけて乾燥することで塗料がしっかりと固まるんですね。400番のペーパーをかけ、カシューを塗ります。この工程を6度繰り返します。6回も繰り返すんですね。手間がかかりますね。でも、その分、仕上がりが違ってきますね。3回目で表面がツルツルになりましたよ。完成ですね。出来上がりましたね。長かった。お疲れ様でした。箱の色が一つずつ変わってますね。両端がカシュー塗装、真ん中がオイル塗装です。作った順番で色が濃くなっています。今度作った箱も徐々に濃くなり、2、3年後には他の箱のような色になります。完成した後、塗料を塗って素材の色の変化を楽しめるのも木工の良いところです。ジグはどうでした？ノコギリの当たる部分を長くしたので安定感がありました。直角に切ることができる機能はない方が使いやすいかも。それともう少し小さい方が良かったかな。今まで使っていたものと比べてもだいぶ大きいですね。ジグを作る板を厚くして問題点を整理し、もう一度作ってみます。次はもっと使いやすいものができそうです。これでこのプロジェクトは終了ということで、長い間お疲れ様でした。最後までご覧いただきありがとうございました。別のプロジェクトでお会いしましょう。またね。8月の日差しを浴びる庭には夏の花々が咲き誇っています。白雪草は白く輝き、
まるで雪のように庭を彩ります。サファニアやマリーゴールドは鮮やかな色彩で楽しませ、インパチェンスやミリオンベルはその可憐な姿で心を和ませます。ひまわりに似たひまわりもどきは独自の魅力を放ち、そして夏の王様であるひまわりは堂々とした姿で太陽に向かって咲き誇ります。その大きな花びらはまるで太陽そのもののように輝き、見る者に元気を与えてくれます。色とりどりの花々が織りなす風景は日常の喧騒を忘れさせ、心に安らぎをもたらします。葉月の庭は自然の美しさを感じさせる場所です。マロンが生まれて6ヶ月が経ちました。小さなマルチーズのマロンは真っ白な毛並みが美しく、日に日に大きくなっています。その愛らしい姿は家族にたくさんの幸せをもたらしてくれます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。いいねボタンも押していただくと制作の励みになります。よろしくお願いします。